あまりにもおバカさんが多すぎてスキズの中で作られたパボラチャ。どんぐりの背比べをしながらもスキズ内でのパボ1位が決定。カオスな世界をお楽しみください。スリラチャ、ダンスラチャ、ボーカルラチャなどメンバーの役割を〇〇ラチャで分けているスキズですが、実はスキズにはパボラチャという裏のラチャが存在するんです。パボとは韓国語でおバカという意味で、名前の通りおバカさんなメンバーが選抜されるわけですが、この不名誉なパボラチャ選抜メンバーはズバリリノ、ヒョンジン、ハンの3人がパボラチャと呼ばれるようになった由来には、とある伝説のエピソードが。ある日3人での V ライブでパボテストで問題を出し合って遊んでいたのですが、その回答があまりにもおバカだったため、パボラチャという名前のラチャができました。まずはハンが問題を出題。僕が今から言うことを真似してね。赤。リノとヒョンジンが赤と返すというやりとりがしばらく続きます。ハンが引っ掛けで、今僕が着ている服の色はというと、本当は今僕が着ている服の色はとそのまま真似をするのが正解なのですが、自信満々に黒色と答えてまんまとハンの思惑にはまる顔面国宝たち。ハンは答えが間違えていることに気づいてほしくて、もう2回同じ質問を投げかけるのですが、2人は気づかず、なんでこんなに質問するんだよといった顔で黒色と答えます。ですがここでリノが先に気づき、ハンの言ったことを復唱。しかしヒョンジンさんは、黒色、黒じゃんと一向に答えにたどり着けない様子。ヒョンジンが、今僕が着ている服の色とつぶやくと、ハンだ、はいそうですと言い、やっと問題の意図に気づいたヒョンジン。この時のヒョンジンの唖然とした表情がまさにパボそのもの。目をまん丸にして驚いている姿が愛おしく見えてきます。そして先に答えにたどり着いたリノさんはというと、この通り5万越。パボテスト2問目の出題者はリノ。あなたは今20人が乗っているバスを運転しています。最初のバス停で15人が降りて、2番目のバス停で7人が乗って3人が降りた。この時点でハンとヒョンジンは大パニック。途中でバスの効果音や謎のおばあさんが出現しパニック問題なのですが、最終的な問いは、運転手の年齢はいくつですか？バスの乗客を必死に暗算していたジソンは、僕たち運転手さんの年齢は分かりませんけどと困惑。しかしヒョンジンが、待って、運転しているのは僕たちじゃん。そう、この問題の答えは自身の年齢を答えるのが正解。さっきはお目目まん丸にしていたヒョンジンも一番に答えがわかると、これくらい余裕だぜといった表情。3問目は自信をつけたヒョンジンが満を持して出題。 ABC の3つの国があります。 C 国から飛行機が出発して A 国に行ったけど A と B の国境線で墜落してしまいました。では生存者はどこに埋めればいいでしょうか？僕もわからない。いや、わからないんかい。ステイは気がついたのですが、ヒョンジンは生存者はどこに埋めればいいでしょうかと言いました。つまり生存者は埋めません。危うくパボたちが生き埋めにしてしまうところでした。この伝説のパボテストで確立されたパボラチャ。3人のパボエピソードは数知れず。パボラチャはメインダンサーとオールラウンダーのメンバーで超一流ダンサーが集まっているはずなのですが、大苦戦したダンスがあります。それは TWICE ナヨンのソロデビュー曲「ポップ」。サビの部分の振り付けが可愛らしくてキャッチーで、手のポイントダンスが話題になりましたね。ですがパボラチャたちには難易度が高すぎました。手の振りが難しすぎて大混乱。ヒョンジンは歌詞を口ずさみながら挑戦するのですが、あまりのできなさに自分でも笑ってしまう始末。リノもあまりのできなさにステイからパボラチャだと再認識されてしまいます。ですがここでパボラチャ脱退の兆しが見えたのがハンジソン。なんとリノとヒョンジンが苦戦していた振りに成功。このまま上手に踊りきるのかと思うと、突然肩たたきのようなダンスをし始めたハンジソン。最後の最後でパボが出てしまいました。これにはハンも自分のダンスに苦笑い。これを見たステイからは、みんな可愛すぎる、うちうちしてたまらんと、まるで我が子を見守っているお母さんのようなコメントが。ステイから見るとおバカさん丸出しな3人ですが、パボラチャはパボな自覚が一切ありません。そこがまたパボ。ヒョンジンはパボラチャのメンバーが誰か分かっていないようで、ステイにパボラチャって誰と質問します。ヒョンジンはパボラチャだよと言われると、僕含まれてる、僕がパボラチャだってと自分がメンバーに入っていることに驚いている様子。
さらに追い打ちをかけるように、ヒョンジンはパボラチャ隊長だと言われると、僕が問いわんばかりに目をまん丸にして驚いていました。自覚なしの時点でもうパボラチャ確定です。リノはステイから、リノ、昨日ヒョンジンは自分がパボラチャって知らなかったけど、リノは自分がパボラチャって知ってると聞かれると、呆れるね。なんで僕がパボラチャなんだよ。僕は違うよ。と謎の余裕をかまします。一方のハンは自覚ありのパボなようで、ある日のライブ配信では、パボです。バカなんです僕。と自分がパボであることを認めていました。おもろすぎる。自分はパボラチャではないと言い張るヒョンジンとリノですが、一体他のメンバーから見たパボラチャは誰なのでしょうか。リノ曰く、スキズのパボラチャは、ヒョンジン、スンミン、アイエン。一方スンミンが考えるパボラチャは、ヒョンジンとチャンビン。隊長はヒョンジンです。でもパボラチャとして分けられないよ。みんなパボだから。まさかのスキズ全員パボ説浮上。万年のアイエンも、僕たちみんなバカですよ。僕らみんなバカです。僕らの中に賢い人はいません。辛辣すぎる。万年にも言わせてしまうなんて。そしてなんとリーダーのバンちゃんは、スキズ自体が僕も含めて頭のネジが外れてて、みんななんかちょっとバカなんですよ。そして決めつけの一言、パボラチャはスキズだ。はい、議論終了。審判に入ります。スキズがパボラチャでパボラチャがスキズでした。これにて閉廷。そんなパボ8人が討論会を開くと誰一人聞く側に回る人はいません。一緒になって暴走してしまうので会場は大混乱。スキズの YouTube コンテンツ、スキズコードでの出来事、ゾッとする状況の選択肢が2つ与えられ、どちらがよりゾッとするかキッズたちで討論することに。始まって早々、騒がしすぎて公式の字幕が追いつかない。討論のお題は、久しぶりに強烈な色のパンツを履いた日、ズボンが破れたのに気づかず激しくパフォーマンスをする VS トイレで用事を済ませる中公演のカウントダウンが始まるという究極の選択肢2つで討論するスキズ。ヒョンジンはトイレで用を足す時に種類あるじゃないですか。どっちの場合ですかといきなりアイドルとはかけ離れた爆弾発言をかまします。ヒョンジンの暴走は止まらず、パンツの色も僕たちで決めてみようと斜め上を行った方向で討論に誰よりも真剣な様子。ここからスキズのパンツ論争がスタート。いや待て、一旦落ち着け。この時点ですでに理想のアイドル像が崩壊しステイは頭を抱えているのに、どんなパンツなのかも大事だよ。僕たちがよく履くタイトなやつ。とまだパンツ論争を続けたいリノが無意識にキッズたちのパンツ情報を公開したことで、他のメンバーがとばっちりを食らっているのも面白すぎます。そしてこの話、なぜここまでキッズを熱狂させるかというと、空想の話ではなくバンちゃんとリノはなんとパフォーマンス中にズボンが破れてしまった経験があるんです。リノは、悪くない。気持ちがいいんだ。恥ずかしさだけ耐えれば悪くないよ。これにはさすがの天使ピリもついていけない様子。8人もパボがいると討論は向いていないことがよくわかりましたね。これからもスキズのお笑い劇場は新ネタを更新し続けそうです。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。